んにちは、ゆかりです。先日もう買わないと決めた服についてお話ししたところ、今のクローゼットには何が残っているんですかという声をたくさんいただきました。私は服が大好きです。だからこそただ減らしたいわけではなくて、着るたびに自分が自分でいられるような、そんな大好きな一群だけに囲まれていたいと思うようになりました。結局、長く好きでいられる服には共通点がある気がしています。今日は今のクローゼットに残っている服をご紹介しながら、その共通点についてお話ししてみようと思います。まず、結局ずっと残っているのがロングスカートです。いろいろな服を着てきましたが、結局一番自分らしくいられるのはロングスカートなんですよね。パンツを履いていた時期もあるのですが、自分の身長や全体のバランスを考えると、やっぱりこれが一番落ち着くんです。もちろん最初からそう思えていたわけではなくて、いろいろなロングスカートを試して買って手放して、結局自分が本当に落ち着ける形がなかなか見つからなくて、最後は自分で作るようになりました。自分の中でロングスカートが一番しっくりくるという感覚がはっきりしてからは、ロングスカートに合うかを基準に服を選ぶようになって、前より無駄に服を増やさなくなった気がしています。昔は流行に合わせていろいろな服を探していたような時期もあったのですが、今は自分の中の正解があるだけで毎日の服選びがかなり楽になりました。トップスもかなりいろいろ着てきました。でも今は少し細身のリブやテレコ系が一番落ち着いています。ロングスカートとのバランスも取りやすくて、結局一番手が伸びるんですよね。家事をするときやデスクワークをするとき、袖をまくった時の止まり具合だったり、動きやすさだったり、結局特別な日の一着よりも、こういう何気ない日常の動作を邪魔しない服こそが本当の意味で生活に馴染む一群なんだと思うようになりました。でもこういうトップスって実は素材選びがかなり難しくて、コットン 100% だと生地の伸びがあまり良くなくて、ピタッとしすぎて窮屈だったり、逆に薄くて柔らかいものはシワになりやすかったり、少しよれやすかったりして、だから最近は少し化繊が入っている方が伸びも良くてシワにもなりにくくて、結果的に長く着やすいことが多いなと思っています。今はこの形に落ち着いていますが、実は毎年ひっそり理想の一枚を探し続けています。もはやロングスカートと同じで、もう自分で作った方が満足度が高いのではと少し思い始めています。一方で夏はまた違う服を求めることがあります。部屋にいる時って結局ずっと作業をしていることが多くて、クーラーもつけっぱなしなので、夏でも袖があって着心地のいいコットンが欲しくなるんですよね。T シャツの場合は少しゆとりがあるものが多いので、コットン 100% でも窮屈さを感じにくくて、むしろ素材そのものの気持ちよさを楽しめる気がしています。ただ T シャツの正解って今でも正直よく分かっていなくて、少しフィットする方がいいのか、オーバーサイズがいいのか、少しメンズライクな方が落ち着くのか、それとももう少しデザインのある方がいいのか、その答えはまだ探している最中なんですが、今年は素材そのものの気持ちよさを改めて楽しみたくなって、オーラリーの T シャツを迎えました。服を厳選するようになってから、素材の良さがくれる高揚感に前より敏感になりました。服の触れた時の柔らかさや、洗濯を繰り返しても損なわれない風合い、いいものを手入れしながら着続ける、そんな服との付き合い方が今の私にはとても至福の時間です。ただ真夏だけは別です。日本の夏って本当に暑くて、最近はもう外に出かけるときはコットンすら暑いなと思う日もあります。だから夏はタンクトップにカーディガンやストールを羽織るくらいが一番落ち着いています。
夏って汗もかくし洗濯回数も増えるので、つい消耗品みたいな感覚で服を選びがちなんですが、そんな中でもこれでいいじゃなくてこれがいいと思える服があると、夏の過ごし方そのものが少し変わる気がしています。一世三宅のプリーツプリーズのタンクトップは少し構築感があるので、肌に密着しすぎなくて気持ち涼しい気がしていて、洗濯してすぐ乾くのも本当に助かっています。夏って快適さを後回しにすると想像以上に疲れるので、直接肌に触れる服こそちゃんと好きと思えるものを選ぶようになりました。そしてそんな夏の服装に特に欠かせないのが羽織物です。カーディガンやストールみたいな羽織れるものです。気温の変化だったり、冷房だったり、ちょっとコンビニに行く時だったり、少しだけ外に出る時だったり、なんだかんださっと羽織れる、迷わず手に取れる一枚があるだけでかなり安心するんですよね。でも便利なだけじゃなくて、ここで少し遊び心をプラスするのが今の私の楽しみ方でもあります。ベースの服をシンプルに厳選しているからこそ、ストールにはあえて少し色を入れてみたり、柄物を足してみたり、全部をベーシックだけにしてしまうと多分私は少し息苦しくなってしまうので、むしろストールや羽織には気分で遊べる余白を残しておく方が心理的にはすごく安心するんですよね。迷わず手に取れるものと少し遊び心のあるもの、その両方があることで今のクローゼットはちょうどよく整っている気がしています。一方でずっとシンプルな服だけをベースに着ていたいかというと、服が好きな私は多分そういうわけでもなくて、特に春や秋、冬は少しディティールのある服を着たくなることがあります。幼児山本のあのドレープの動いた時に布が揺れる空気感だったり、豆黒河内の近くで見ると芸術品のように感じられる生地の美しさだったり、俳句の少し武骨に見えるけど気を使いすぎずに着られる安心感や機能美だったり、着心地や実用性だけじゃなくて、その服を着ることで少し気持ちが整うみたいな感覚が自分の中では結構大事で、ただおしゃれというより自分が何に心が動かされるのかを前より大事にするようになりました。最近は削ぎ落とされたシンプルの心地よさと、細部に魂が宿るデザインも味わう高揚感、その両方が自分には必要なんだと改めて思うようになりました。どちらかだけにするんじゃなくて、どちらもちゃんと好きだと認めた上で厳選できたこと、それが今のクローゼットを作る上で一番大きかった気がしています。こうやって振り返ってみると、今のクローゼットに残っている服ってたくさん着回せる服というより、気づいたら何度も手が伸びている服が今のクローゼットには残っている気がします。でも今は流行やミニマリズムという言葉にとらわれず、自分の好きと暮らしの心地よさ、最近はそのバランスで服を選ぶことが一番自然になってきました。クローゼットが大好きな一群だけになると、服を選ぶ時間そのものが前より心地よくなった気がしています。迷わず手が伸びる服と心を動かしてくれる服、その両方があるクローゼットが今の自分には一番落ち着く形なのかもしれません。いやー、そんなこんなで皆さんのクローゼットにも着るだけで少し心が整うような、そんな一着はありますでしょうか。よろしければコメントなどで教えていただけると嬉しいです。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。